皆さんこんにちは。ラッドミュージックスクール学長の瀬戸です。今日はですね、管楽器、サックスに限らずですね、管楽器の高音域、高い方の音とか、もしくは極端に低い方、低音域が出づらいっていうね、人がものすごいいっぱいいるので、それね、どうやってやればうまくいくのかっていうのをね、解説したいと思います。この動画の一番初めにちょっとねソロを弾いてたと思うんですけども、わざと高いところから低いところまでのレンジを目いっぱい使ってですね、高低が激しいソロを取ってみたんですけれども、高い方の音も鳴ってましたし、低い音の方もね綺麗になってたと思うんですよね。で、今日のポイントは2つです。1つ目、機材。2つ目が喉の形。機材が要素の9割を占めて、残りの1割が喉の形です。つまり機材がダメだと絶対に音は出ませんっていうのがまず大前提でお話をしましょう。一つ目の機材についてね話していきます。例えばサックスでしたら、この一番重要なのは何かというとマウスピースです。このチャンネルでね何十回も説明してますけれども、1000時間練習するよりですね、正しい機材を一つ手に入れた方が1000時間練習しなくて済むよっていうことをよく言ってるんですけども、で大前提として、マウスピースはハイバッフルであること以上です。ちなみに今ついてるのが、ローバッフル、もう初心者向けのね誰でも出るやつなんですけど、それで例えば高音を出そうとしてみますよ。いきますよ。はい、という感じでですね、高い音もハイ A までしか出ませんでした。その上のね音はねもう出ないし、今僕実はね全力で吹いたんですよ。全力で息入れたんですけど、音量も小さいですしね。なのでローバッフルで高音域をかっこよく響かせたり、フラジオ高い方の音を出そうとするのは無駄な努力なのでですね、ハイバッフルにしましょう。はい、じゃあハイバッフルだとこういう音がします。いきますよ。大きい音出します。ね、一番高いハイ、トリプル A っていうのかな、まで出ますし、音がものすごい大きくてきらびやかだと思うんですけど、前提として必ずそれに合った機材を使うっていうのが前提です。で、今日のメインメニューですね、喉の使い方っていうのは一体何のことを表しているのかっていうのを説明しますと。管楽器っていうのは喉の延長だと思ってください。例えば高音を出すとき、こういう音を出すときには喉の延長なので、タラララっていう実際にその喉の形を作んなきゃいけないんですよ。っていう形を作って、それから声を取っちゃうんですね。っていうふうに歌うとですね、実際に喉がその形になってくれるので、というふうに喉と連動して楽器がものすごくなってくれるようになりますと。逆に今と全く同じフレーズを僕が低い声を出すような感じってやるとですね、音出ないですよ。いきますよ。どう頑張っても出ないです。なので高音域があんまり鳴らないなとか飛ばないなとかあんまり鳴らないなって思ってる人は、ひょっとして喉の形がそうなってる可能性が非常に高いので、あたかも自分がその音を歌ってるような感じ、みたいな感じでやるとですね、非常に出ると。で、低い音域を弾くときもそうなんですね。例えばっていう音を弾こうとしたときに、なるべく自分の限界に近いところの喉をそれから声を取っちゃう。するとというように音がきれいになってくれると。
逆に今のを僕がふーって高い方の喉を作っちゃうといきますよ。今変な風に音が上に行きましたよね。なのでこれって正しくない喉の形をしているので、上の方の音が1オクターブ上の音が鳴っちゃったということですね。今日の復習ですね。1つ目が機材、2つ目が喉の形、実際に自分で歌うその音域をという2点だけですね。これでね、次の練習の時にぜひ歌いながらやってみてください。はい、今日もご視聴ありがとうございました。ラッドミュージックスクール学長生徒でした。じゃあまた次回、バイバイ。